ナスと鶏肉の揚げ浸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ナスと鶏肉の揚げ浸しを作っていきたいと思います。味付けに関しましては、今回はめんつゆを使って手軽に作っていきたいと思います。めんつゆを使うので、その分材料もすごく少なくなります。さらに今回は少量の油で作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、ナス、めんつゆ、みりん、おろし生姜、お水、大葉、唐辛子、片栗粉、塩コショウ、揚げ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、鶏もも肉なんですが、今回は1枚約 350g のものを使用していきます。もうちょっと小ぶりのね 250g 前後の場合は、ナスはね2本ぐらいでいいかなと思います。こちらは調整してみてください。そしてナスですね、今回は3本使います。3本でこちら約 240g です。こちらは目安にしてみてください。そして今回ですね、唐辛子も入れていきますが、こちらはね辛いのが苦手だったりお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。大葉に関しましてはこちらをトッピングで使っていきます。そして味付けですね、今回は手軽にめんつゆを使っていきたいと思います。今回私がね使うめんつゆなんですが、こちらミツカンの追いがつよつゆですね。こちら2倍濃縮のものを使っていきます。このめんつゆに関しましては2倍濃縮とか、あとは3倍濃縮とかメーカーさんによって変わってくると思いますので、味の濃さは水で調整してください。あとはね少し甘みを加えていくので、ちょっとみりんを加えていきます。そしておろし生姜も使っていきますが、こちら今回手軽にチューブタイプを使っていきます。こちらはもちろん生の生姜をすりおろしていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにナスから切りましょう。最初にナスのヘタを切り落としてください。切り落としたらこちらを縦半分に切ります。半分に切ったらまず表面に浅く切り込みを入れてください。そうすることで味の馴染みも良くなって、さらにですね火の通りも良くなります。このようにね浅く切り込みを入れてください。そしたらこちらをだいたい3センチ幅ぐらいで切っていきます。食べやすい大きさに切ってください。このように切ったらボウルにお水を張って、そしてここにね塩小さじ1/2ぐらい入れてください。そして一度よく混ぜて塩水を作ります。塩水ができたらここにナスを入れておきましょう。このようにお水ではなくて塩水に浸すことで油の吸いすぎを防ぐことができて、さらにですね変色も防げます。ではね残りも同じように切っていきます。はい、ナスはこのように切って、このままだいたい塩水にね5分ほど浸しておいてください。それでは続いて大葉を切ります。こちらは水洗いして水分をしっかり拭き取ってください。そして茎の部分を揃えて切り落とします。切り落としたら手前からくるくる巻きましょう。そして半分に切ります。半分に切ったらこのように口を揃えて、あとは千切りにしていきましょう。大葉はこのように切っておいてください。では続いて唐辛子ですね。こちらをキッチンバサミでまず半分に切ります。そして種を取り除いてください。あとはこちらをキッチンバサミで切っていきます。スーパーにはねもう輪切りになってるのも売ってますので、そちらをねもちろん使っていただいても OK です。はい、唐辛子はこのように切っておいてください。それでは続いて鶏もも肉ですね。こちらはですね、まずこういった余分な筋だったり、あとは余分な皮、あとは余分な油をね取り除いていきます。こちらは気になるところだけやっていただければいいかなと思います。こういったはみ出た皮とかね、あとはね油なんですが、ちょっと黄色っぽくなってる部分があったらそちらは必ず取り除くようにしてください。その黄色いね油が臭みの原因になりますので、取り除いていただいた方がね美味しく召し上がっていただけると思います。あとはこういったね筋とかも口に残りやすいので切っておきましょう。こちらはね大体で大丈夫です。
はい、このように切ってください。鶏もも肉なんですが、こうやって広げてみると分かると思うんですが、ちょっとねここで分かれ目があるの分かりますかね。こちらの部分は本当のもも肉ですね。でこちらがすねの部分になるんですが、ちょっとこちら側のね細くなってる方は筋しくて、こちらのちょっと長方形になってる方は肉々しい部分になります。こちらをね切り分けてください。こんな感じで部位ごとに分けます。あとはこちらをね食べやすい大きさの一口サイズに切っていきましょう。このように切り分けていただくことで食感が同じになるので歯切れがね良くなります。はい、このようにね切ってください。そしたらここに塩コショウをまぶして下味をつけます。はい、このように下味をつけてください。そしたら続いて鶏肉に片栗粉をまぶします。はい、こんな感じです。このようにねまぶしていきましょう。このように片栗粉をまぶしてください。はい、そしたらこちら5分経ったので水を切ります。水を切ったらペーパーでねしっかり水分を拭き取ってください。はい、 OK です。このようにしっかり水分を拭き取ります。それではフライパンを用意してください。まずフライパンの底から5ミリほどの油を入れます。そして火にかけましょう。火加減は中火です。一度油を1分ほど温めてください。はい、で1分ほど経って菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいになれば OK です。そしたらまずね鶏肉を入れていきます。鶏肉はですね皮をこのように広げて皮を下にして入れていきましょう。続いてここにナスも入れていきます。ナスもね皮目を下にして入れていきましょう。一緒にね揚げ焼きしていきます。ナスの方がね火が通るのが早いので最初に鶏肉を入れて、あとはねナスは入る分だけまず入れてください。半分ぐらいね今入ってる状態です。こちらのナスの揚げ焼きが終わったら残りのナスを変えて入れて、そして順番にね揚げ焼きしていきたいと思います。一度に入る時はね全部一緒に入れても OK です。このまま火加減中火の状態で揚げ焼きしていきます。はい、で1分ちょっと経ったらナスは裏返します。このまままたね揚げ焼きしていきます。鶏肉の方は焼き色がついたぐらいでね裏返します。まだちょっとね焼き色がついてないのでこのまま揚げ焼きしていきます。はい、でナスはね今2分半ぐらい経ちました。いい感じでね揚がったものから取り出してください。ナスはね大きさによって適正な揚げ時間が変わると思いますので様子を見ながらね調整してください。ナスはこんな感じです。そしたらこの空いた部分にね残りのナスを入れていきます。油跳ねにはね十分に注意してください。またナスもね同じように揚げ焼きしましょう。鶏肉なんですがこのように全体がちょっと白っぽくなってきたら裏返してください。6割から7割ぐらい火が通ったら裏返しましょう。ちょっとねお肉を裏返すと油跳ねしやすくなるのでやけどしないようにだけね注意していただけたらと思います。ナスも裏返します。またこのまま揚げ焼きしていきます。ナスも火が通ったものから取り出してください。はい、ナスはねこんな感じで揚げ終わりました。あとはお肉ですね。こちらもねだいたい6分から7分ぐらい揚げていただければいいかなと思います。こちらはお肉の大きさによって適正なね時間が変わると思いますので様子を見ながら調整してください。お肉も火が通ったら取り出します。はい、 OK です。このようにね揚げ焼きしてください。そしたらこのままね3分ほど油切りします。このままねフライパンを使っていくのでこちらは一度リセットしてください。それでは最後仕上げていきます。フライパンにお水、あとはめんつゆ、
そしてみりん、あとはおろし生姜を入れてください。そして火にかけます。火加減中火です。これで一度よく混ぜながら沸騰させてください。ここでね、味の調整は行ってください。はい、くずくず沸騰してきました。そしたらこのままだいたいね30秒ほどひと煮立ちさせてください。はい、OK です。火を止めます。それでは仕上げていきます。保存容器の中に鶏肉とナスを入れてください。あとはね、唐辛子ですね、散らします。そして先ほど作った漬けだれをね、上から回しかけてください。はい、で全体に一度なじませてください。これでしっかりなじませて少し粗熱を取ってから召し上がってみてください。あとは食べる時にね、大葉を盛り付けたいと思います。これで完成です。はい、これでナスと鶏肉の揚げ浸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、しっかり味も馴染んで美味しそうに仕上がってます。最後はこのように大葉をかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずね、ナスからいただきたいと思います。いただきます。ナスがとてもジューシーで甘みが引き立っててすごく美味しいです。大葉がね、すごく合いますね。では続いて鶏肉もいただきます。いただきます。鶏肉も柔らかくてすごく美味しいです。鶏肉もね、大葉との相性が抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のナスと鶏もも肉の揚げ浸しのポイントです。まずナスなんですが、ヘタを切り落として縦半分に切ったら表面に浅く切り込みを入れてください。そうすることで味が馴染みやすくなるのと、あとは火の通りも良くなります。そして鶏もも肉に関しましては、こちらは筋しい部分とあとは肉しい部分に分けて切っていただくことで歯切れが良くなって食べやすくなると思います。面倒じゃなければね、やってみてください。そしてナスに関しましては、こちらは切り終わったらね、塩水に浸してください。そうすることで変色などを防ぐことができます。そしてその後揚げ焼きしていくんですけれども、フライパンの底からだいたい 5mm ぐらいのね、油を使って揚げ焼きしてみてください。今回はね、5mm ぐらいの油で作ったんですが、もう少しね、少なくても大丈夫かなと思います。そして今回はですね、一度にね、揚げ焼きしました。フライパンの大きさによっても変わってくると思うんですが、まず最初に鶏肉を全て並べて、並べる時もですね、鶏肉は皮目を下にして入れるようにしてください。あとは空いた部分にナスを置いて、このナスを置く時も皮を下にして置くようにしてください。そして揚がったものから取り出して、一度に揚げ焼きできなかった時はナスを取り出したら別のね、まだ揚げ焼きしてないナスを入れて全て揚げ焼きするようにしてください。鶏肉に関しましては、お肉に火が通るのに時間がかかるので、必ず一番最初に全て入れて揚げ焼きするようにしてください。ただですね、どうしても小さいフライパンしかない場合は別々にね、揚げ焼きしていただいても OK です。そして揚げ焼きが終わったら一度ね、油を切って、その後漬けだれを作ってください。漬けだれに関しましては、今回めんつゆを使ってます。こちらの味の濃さをですね、めんつゆも2倍濃縮3倍濃縮といろいろね、メーカーさんによって変わってくると思いますので、お好みで味の濃さは調整してください。こちらのタレはですね、しっかり沸騰させるようにしてください。あとはですね、容器に具材を入れて、そしてタレを回しかけて仕上げてください。少し時間を置いていただいた方がね、味が馴染むので、だいたい30分ぐらい置いていただくといいかなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はナスと鶏もも肉の揚げ浸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。